ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりジジイじゃ。今回の動画はジオニックフロントのミッション4からよね。そうじゃ。前回の最後のミッションでは連邦の地下洞窟施設を制圧。序盤こそ操作になれなかったわしじゃが最後の方はしっかりと適応。なんじゃ思ったより楽じゃなと思い始めておった。しかし、まだ連邦はその実力のかけらを微塵も出していなかったんじゃ。そして我々は今回恐ろしい部隊と遭遇する。視聴者様のコメントでも数多く寄せられた、ジジイ対アムロ。いよいよ実現じゃ。君は生き延びることができるか？いよいよホワイトベースと対峙するのね。連邦の白い悪魔に G さんがどう対応するのか？それではジンギスカンでもつつきながらゆっくりどうぞ。ゆっくりしていってね。メリディーノ、ゲーム万歳。北米最大の拠点、キャリフォルニアベースを攻略した我が軍は、残る諸地域の制圧と南米にある連邦軍最大の基地、ジャブロー攻略の準備を進めていた。だが、ジャブローの位置は未だにわからなかった。地球各地に降下した我が軍は、野比のごとく電撃的に諸地域を制圧していたが、あまりに急激に戦線が拡大したために、前線への補給が追いつかなくなり、前に進むことができなくなってしまった。一方、連邦軍は我々の攻撃により組織的な抵抗ができなくなっているのか、戦線の伸びきった我が軍にゲリラ戦を仕掛けることが精一杯というありさまだった。こうして戦争は双方とも決定的な打撃が与えられないまま膠着状態が続いた。その間に連邦軍は我が軍に対抗できるモビルスーツの開発を着々と進めていたのだった。ゲリラ掃討作戦中に V 作戦の情報をキャッチしたシャア少佐は新型モビルスーツと心臓戦艦、白いやつと木馬に戦いを挑んだが落とせず、ガルマザビ大佐の支配する北米地区に木馬が降下するように仕向けた。我々の勢力圏に降下してしまった木馬はガルマ大佐の激しい攻撃に耐え、我々の勢力圏から脱出しようとしていた。諸君らもシャア少佐がキャッチした V 作戦については聞いていることと思う。またその重要機密木馬が我々の支配する北米地区にシャアの追撃を逃れて降りてきた後、我々の攻撃に耐え抜いてきたこともだ。報告によると現在我々の追撃を逃れて S3 ポイントに潜伏しているようだ。ここを突破されては我々の勢力圏内から脱出されてしまう。そこで私自らが出て機動一個中隊を持って木馬を叩く。諸君らはキシリア少将から預かった部隊であり、今回のような作戦に使うべきではないとは思うが、何としても私の手で木馬を落としたいのだ。協力してほしい。今回の我々の任務は S3 ポイントに潜伏していると思われる木馬および木馬に搭載されているモビルスーツを捜索・発見することである。我々はガルマ司令を支援し、関東地区の探索を行う。我々の任務はあくまで木馬または敵モビルスーツを発見し、位置を司令に知らせることである。攻撃はガルマ司令の本体に任せる。やってまいりましたミッション4。ガルマが木馬を1個中隊で叩くとか言っちゃっているわね。ああガルマも最後が近づいているぜ。マリサネタバレよ。何を言っているんだ。犯人は安くらいネタバレにならないネタバレだろ。さてさて、お坊ちゃまがこう焦ってシャアにはめられる回なんですが、我々、ヤニオのペンディルに課せられたミッションは木馬の発見じゃ。シャアより早く木馬を発見してガルマに伝えることができたら歴史を変えられる。そんな重要な役割でもあるわけじゃ。そうね、ここはぜひともガルマを救うイフを実現しちゃいましょう。前期行動開始。了解。視界が狭くなっていることを忘れないでください。サーマルセンサーをうまく使ってください。我々の任務は木馬を発見し、位置を報告することだ。それを忘れるな。さてさて、今回は野戦じゃ。視界が極端に悪い。しかも荷物付き入手の濃度も濃いのでレーダーが使えん。サーマルセンサーが役立つんじゃ。熱源探知ね。
でも市街地で熱を通さない感じだけど大丈夫なのか？まあなんとかなるじゃろ。で、木馬を探せって言うけどどの辺にいるかしらね。急いで歴史を変えないとなんだけど。ジジイはどう考えても行き当たりばったりで歩き回っているぜ。3体で捜索しておるんじゃ。見つかるじゃろ。ほんとだ適当だ。わしのニュータイプ的なコンピュータがこっちでと叫んでいるぜ。コンピュータ言ってる時点でオールドタイプ確定なのよ。ブライトよりもオールドジジイだぜ。敵もいない静かな街じゃな。楽で夜道の散歩しているだけね。ロマンがチックだな。何か通信が入ったんじゃ。敵を発見。マット隊が敵を発見したみたいよ。確認しました。少佐、どうします？おそらく敵の哨戒部隊だろう。任務の妨げになる。攻撃を許可する。速やかに破壊しろ。了解。どうやら哨戒機らしいぜ。マット軍曹に任しておけばよいじゃろう。それより木馬じゃ。哨戒機にやられているのか？どうなってんだ？と言いつつマット隊は放置するのね。奴なら大丈夫だ。丸投げ上司だな。適度な失敗が部下を育てるんじゃ。しかし、全然敵がいないな。静かじゃな。マット隊だけはやってる感じ。しかし、夜になると本当に視界が悪くなるな。一寸先はハプニングと猪木音体も言ってたわよね。迷わず行けよ行けばわかるさ。で、本当にこんなところに木馬はおるんか？迷わず行けよ行けばわかるさ。てか、木馬ってドームの中に隠れているんだろ。そんな建造物ないんだけど。となると見当違いな場所を探しているんじゃろか。謎よねー。しかし手柄が欲しいからといって偵察に部隊を動かすってすごいな。さすがお坊ちゃんよね。多分、この偵察で動いているのってエンリル隊だけじゃないんだろ。シャアの部隊も動いているし、エンリル隊以外にも動員されてそうだな。こんな独断専行が議連に知れたら偉いことになりそうね。お、なんか通信来たぞ。待っていた、シャア。ガルマ、モビルスーツは逃げるぞ。その先に木馬がいるはずだ。追えるか？追うさ。ガルマ司令の本隊がモビルスーツを発見したようです。我々の地区には木馬はいないようですね。どうしますか？指示あるまでこの地区の探索を続ける。まだ他にも敵の哨戒部隊がいるかもしれん。了解。あらー、ガルマの最後か。念のため偵察任務は継続らしいので適当に歩いて回るのじゃ。それにしても結末を知っているのにこんな茶番に付き合わされるのも辛いわね。直接ガルマに言ってやりたいぜ。シャアは裏切り者ですよ。ジオンズム大君の息子ですよって。なんであんな怪しい仮面をつけている奴の素性を洗わないのかしらね。敵をジオンのセキュリティがバカバすぎるだろって。あれだけ敵が多そうなガビ家の国なのにめちゃくちゃ脇が甘いんだろうな。お、敵だ。キャッター。お僕は装束じゃ。ちょっと宇宙世紀に世紀末を持ち込むんじゃないわよ。いぜもう終わりかしら？歯応えがない連中じゃ。連邦なんぞ恐れるに足らずじゃな。意外とサクサク進んでいるわよね。序盤はゲームに不慣れだったからやられたけど、このくらいの難易度であればガンダムもちょっと強いくらいで大したことなさそうね。今から RX シリーズと対峙するのが楽しみじゃ。ギッタンのメッタンにしてやるんじゃ。じいさん頼もしいわね。ジオンの緑の悪魔だな。どうしたんじゃ。空気が一変したわね。ガルマ司令の本隊が攻撃に入ったようです。何？待ってください。通信が混乱していて。どうした？後ろから攻撃を受けました。後ろだと？木馬です。木馬が後ろから。くそ！上昇だ！上昇しよう！無理です。180度回答だ。木馬にぶつけてやる。しゃあ、前は。君はいい友人であったが、君の自分名がいけないのだよ。そんな。ガルマ司令、応答がありません。前期この地区を離れてガルマ司令の状況を確認に向かう。ミッション完了になってしまったわよ。しかし、昔から思っていたけどシャアはあれを無線で話して周りに疲れまくるよな。バカなのかあいつ。赤い彗星は死んでも多いんだからそういうことを言うな。でも、あいつの大きいんだよな。四皇国に栄光あれ。断末魔じゃ。
今回の任務で野戦における良好な実戦データを得ることはできた。しかしガルマ司令が通信を絶った後、状況を確認に向かった我々の目の前に広がっていたのは無残な光景だけだった。ガウ攻撃空母の残骸、その他おびただしい残骸と燃え盛る炎、むせ返るほど充満している死の匂い。ガルマ司令は木馬との戦いの中で散った。我々にとって大きな損失だった。特に北米方面で戦う将兵たち。この日木馬は我々の包囲網を突破して去っていった。今後私がガルマ大佐、ガルマ中将に代わり基地司令として北米方面軍の指揮を執る。ガルマ様の死は誠に残念なことである。だが悲しんでばかりもいられない。我々はガルマ様の志を継いで連邦に勝たねばならないのだ。さて貴様らの隊にはオデッサの支援に向かってもらう。オデッサ地区を担当されているマクベ司令より支援の要請があったのだ。司令の入手した情報によれば、どうやら敵はオデッサに大部隊を集結させようとしているらしい。これを裏付けるかのようにアジア地区で大規模な部隊の移動が確認されている。これを迎え撃つため我が軍もゴビ砂漠に部隊を展開中だ。そこで北米方面軍からは貴様らを増援部隊として派遣しようというわけだ。残念ながら戦線が拡大しきっている状況で貴様らの部隊をガウで送り届ける余裕がない。この基地を接収することで建造に着手できたユーコン型潜水艦を使ってもらう。早速だが出撃の準備を頼む。それから気をつけで新しいパイロットが配属された。以上。我々は明日目的地に寄港する予定だったが状況が変わった。すでにゴビ砂漠において敵との戦闘が始まっており、我が軍の第三物資集積基地が包囲を受けていることが分かった。最も近い位置にいるのは我々だけだ。友軍の危機を知りながら見捨てるわけにはいかない。そこで上陸して陸路集積基地に向かう。任務の目的は味方の増援が到着するまでの間、同基地の守備隊を支援しつつ基地を守り抜く。まず敵の包囲網の後方から突入。包囲の最も薄いところを破って味方と合流する。情報によれば発電施設が敵に奪われているらしい。そこで施設を奪取し基地の機能を復旧する。施設を占拠している敵を排除すれば後のことは基地要員がやってくれるはずだ。発電施設が復帰すれば基地施設の機能が回復する。包囲を突破し基地の機能を回復させたら敵の指揮車両を直接叩く。敵の指揮系統を奪い基地を死守することができれば戦意を失った敵は引き上げるしかなくなるはずだ。現在敵のモビルスーツは確認されていない。だがこれまでの戦闘で敵がモビルスーツを投入していることは報告されている。両肩にキャノンを搭載したタイプのモビルスーツで、このモビルスーツの長距離からの攻撃により我々の防衛ラインは各所で寸断されたようだ。このモビルスーツを増援として派遣してくる可能性は十分考えられるので、短期間に決着をつけることが重要だ。味方基地を護衛しつつ、連邦の指揮車両を叩くミッションらしい。守備と攻撃をバランスよくやらないといけないという点では、これまでのミッションとは少し経路が違うのう。
ただ、現時点で連邦の攻撃にモビルスーツは確認できていないということで、例のごとく戦車やらヘリやらで攻めてきているらしいので楽勝なのじゃ。でも肩に砲台つけたモビルスーツがどうのこうの言ってたわよ。ガンキャノン臭いな。まあ、ガンキャノンなんて所詮はガンダムの出来損ない。わしの敵ではないのじゃ。このミッションも楽勝じゃな。前期突入開始。まず味方守備隊と合流しろ。敵は背後に現れた我々に動揺するはずだ。混乱に乗じて敵包囲網を突破しろ。たかが数機のモビルスーツに混乱するとは。南部の各司令官に混乱した指揮系統を正常化させ、背後に迫るモビルスーツ隊に攻撃を集中させろ。この作戦から李総長が新たに隊に加わっており、この作戦にも参加してもらう。この総長はマッタ軍曹と同じ中国籍で、リース・ワダー総長、28歳。実際の年齢より10歳は上の年齢に見られるらしいが、この世界全優勝ゼロ。もともとサイド1出身だが、連邦と戦うためにサイド3に移り入隊する経緯を持っているらしい。1週間戦争で総長に昇進。科目で与えられた任務を忠実にこなすようじゃ。期待できそうな要因ね。旧作好きなのかな。とにかく戦っていくぞ。まずは味方と合流、さらには発電所を復旧して基地機能を回復させるらしい。クライマックしているわね。まあ正面でダメージも少ないので OK じゃ。守備隊と合流しました。よし、作戦の第2段階だ。くそ、何をやっているんだ。ここが発電所らしい。数の上ではこっちが圧倒的に上だ。一気に叩くぞ。総攻撃をかけろ。なんか連邦のお偉いさんがやる気出してきたぞい。総攻撃とか物騒なことを言い始めたわね。モビルスーツが配備されていないくせに偉そうなことを言っておるな。己の愚かさを思い知らせてやるんじゃ。いい部隊で指揮車両を叩くぞい。リー総長が指揮車両に向かいつつ、他の2隊は守備固めだな。指揮車両くらい旧作1部隊で倒せるのじゃ。敵の増援です。敵のモビルスーツ部隊と思われます。例のモビルスーツか。情報部からのデータと照合した結果、間違いないようです。まずいな。各チーム、指揮車両の破壊を急げ。主力部隊に打撃を与えた部隊だ。我々の戦力では太刀打ちできないかもしれん。指揮系統を破壊し、敵が戦意を喪失することにかけるしかないだろう。こちらエイガー少尉だ。ガンキャノン隊攻撃を開始する。任せろ。俺たちが来た以上、ジオン野郎どももこれまでだ。行くぞ。まあ所詮ガンダムの出来損ないよ。まだ現地に合流したばかりですぐに遭遇もしないだろうから、無視して一気に指揮車両を叩くのじゃ。発電施設の敵守備隊を撃滅。基地を砲火を集中。撃ち抜け。右側に敵車両間違いなくガンキャノンね。あいつら早すぎるぞい。旧作でまともにやり合っても無謀すぎるんじゃ。ここは指揮車両をとっとと叩くのじゃ。リー部隊の容器が次々とガンキャノンの餌食に。連邦のモビルスーツは化け物か。ガンダムのなり損ないって言ってたくせに。ちょっとなんでチームを切り替えているのよ。パニックじゃ。下は突然の出来事に冷静に対処できなくなり飛行をしてしまうのじゃ。発電施設が機能を取り戻しました。今更電気回復したところで。回復します。いや、今もっと大変なことが起きているんじゃよ。オペレーターさん。反応消えました。赤チームがやられたんじゃ。いい総長、協力してくれ。さて、ここからどう立て直したもんか。とりあえず発電所は復旧させたんで青チームで指揮車両を叩きに行くぞい。さて、ここから戦闘シーンまではシャアのスピードで進むぞい。3倍ってことだな。緑チームは基地防衛、青チームで指揮車両を叩く。これしかないじゃろ。しかし、ガンキャノンね。赤チームをあっという間にこくり寄ったわ。あらなんじゃ？し
かも3体先生とかチートすぎるぞ。指揮車両に行く間に遭遇したら終わりよね。遭遇しないと基地に攻め込まれるんじゃないのか？そうなる前に指揮車両を叩いてミッションを終わらせるんじゃ。61式戦車じゃ。こいつは叩く。この野郎この野郎この野郎。よくも赤チームをやってくれやがったのに戦争の敵じゃ。こんな雑魚戦車なんだい。雇用がバッカなので。助けてくれ。敵の侵入を許し、司令部が破壊されました。基地は敵に制圧されつつあります。作戦中止だ。各チームの判断で包囲を突破して合流ポイントに集結せよ。死ぬな。ヌアーってパパスがいる？なんでガンキャノンがこんなところまで来ているんだ？あいつがかまってちゃんなのか。相手しないと来ちゃうんだな。あんな肩に物騒なもん背負ってるくせにかまってちゃんなのか。一作戦を変えよう。こうやって色々と試しながら攻略するのも、このゲームの醍醐味じゃ。で、どんな作戦にするのよ。やられる前にやれ作戦じゃ。めちゃくちゃ頭悪そうな作戦名だな。どんな作戦なの？ガンキャノンが来る前に一気に攻め込んで指揮車両を叩くのじゃ。電光石火じゃ。このゲームの醍醐味を無視しているな。そう？見せてもらおうじいさんの作戦とやらを。連邦の連中が白目を向いて泡を吹いている姿しか想像できねえぜ。モビルスーツ隊に攻撃を集中させろ。ディケイリー総長、秘伝の中核で一気に指揮車両を全滅するのじゃ。リー総長も無茶ぶりされたわね。かわいそうだな。無能な上官を持つと命が何個あっても足らないという恒例だな。高齢者の高齢者。でも、すごい勢いで61式戦車を叩いているわね。急げ急ぐんじゃ。ガンキャノンが出てくる前に叩くのじゃ。敵を発見。青と緑は完全無視ね。あいつらは味方の合流と電気つける役割だからな。とにかくリー総長の働きにこの作戦の成功はかかっているのじゃ。基地守備隊と合流しました。よし、作戦の第2段階だ。リー総長だけ初めから第2段階突入してるのよね。ちょ突猛進ね。すんどこ進んでいるぜ。急ぐのじゃ。敵の通信すら聞いている暇はないのじゃ。恐るべしガンキャノンが来る前に叩くのじゃ。もうすぐ指揮車両じゃな。敵の増援です。この地点に来るとガンキャノン出てくるんじゃない？さすがに電光石火と言ってもガンキャノンキャンセルはできないと思うぜ。そう、こうなったらガンキャノン無視で指揮車両を叩くのじゃ。各チーム、指揮車両の破壊を急げ。お、ゲラートもわしと同じこと言っているな。できるやつなのじゃ。なんで上からなのよ。どういう心理状態でそれ言ってるんだジジイは。指揮系統を破壊し、敵が戦意を喪失することにかけるしかないだろう。任せろ。俺たちが来た以上、ジオン野郎どももこれまでだ。行くぞ。黙れ連邦野郎。これから貴様らの指揮車両を一旦の滅端にしてお前らの戦意を喪失させてやるんじゃ。61式戦車には圧倒的強さを誇るペンリル部隊。この岩の向こうに指揮車両がいるはずじゃ。一気に飛び出て相手の一瞬の隙を逃さずまさに玉砕だわね。こんな見事な玉砕アタックは見たことがないぜ。赤チームの人間がガンキャノンの全滅させられているわね。もちろん、こうなった。嗅覚に頼ったわしがバカじゃったんじゃ。フロアに任せるのじゃ。そろそろ来るぞい。敵の増援です。敵のモビルスーツ部隊と思われます。例のモビルスーツか。情報部からのデータと照合した結果、間違いないようです。まずいな。各チーム、指揮車両の破壊を急げ。主力部隊に打撃を与えた部隊だ。我々の戦力では太刀打ちできないかもしれん。指揮系統を破壊し、敵が戦意を喪失することにかけるしかないだろう。こちらエイガー少尉だ。ガンキャノン隊攻撃を開始する。任せろ。俺たちが来た以上、ジオン野郎どももこれまでだ。行くぞ。一気に指揮車両を叩くぞい。一直線に向かうぞい。その方針は変えないのね。
その先に指揮車両がいるんけ。さっきはいきなり飛び出て蜂の巣にされたからな。少し慎重に行くんけ。ガンキャノンも気がついたわね。あいつらは遅いから大丈夫だ。無事にやられてるじゃねえか。ちょっと赤チームの部下ダッシュ車両に特定させて。やったー。まさかこれが電光石火砂漠のフェイリー作戦じゃ。なんという偶然。ジジイの悪運も恐ろしいな。取れた化石には最高の展開じゃないのよ。敵式車両の破壊を確認。敵が混乱しています。よし、各チームに次ぐ。この機を逃さず追撃せよ。ただし深追いはするな。ここから追撃戦じゃな。戦意喪失したガンキャノンを叩くのけ。赤チームはリーダー機不在だから青と緑チームでやるしかないわね。シャルロッテ隊に追撃させるのけ。金額には無理ぜ。おったおった。あんなところで3機固まって怯えておるぞ。その裏の命もここまでぜ。でも反撃してきてるわよ。あんなとろくさいけのに何度見てからでも避けれるのけ。なんか調子に乗って避けているわね。なんかガンキャノンに倒れているわね。あらら、シェルロッテ隊も全滅ね。残るは旧ザク率いるリー総長隊だけだぜ。これはピンチと言って良い状況じゃ。せっかく偶然指揮車両を叩けたのに、ここで全滅はもったいないわね。いたのけ。各イメージができんのけ。とにかく近づくのけ。おい、お前ら何を突っ込んでいってるんで。もうこうなったら破れ始めて、その攻撃で、わしが倒れたら終わりだからみんなの後ろから攻撃で。おお、やったのか？やったのけ。前方のモビルスーツは大したことないのじゃ。敵の撤退を確認。我々の勝利です。よし、作戦終了。増援部隊の到着まで警戒待機。補給基地を包囲していた敵は指揮系統を失ったことで撤退していった。我々の隊の戦術的な意義は証明されたのだ。だがそれは敵の大部隊のほんの一部を食い止めたに過ぎなかった。ジオン、連邦、双方の主力部隊はゴビ砂漠で激突し、激しい戦闘の末、我が軍の戦線は分断され、連絡と補給を断たれた部隊は孤立し、砂塵の中をあてもなくさまよった。戦局に不吉な影を投げかけつつあった戦いの後を、ゴビの砂塵が全て飲み込んでいく。アラビーですって、想像より高いわね。まあわしの芸術的な電光石火な攻撃が高く評価されたのじゃろう。ゴビでの作戦を終えた我々はオデッサ集結を急いだ。移動の間、束の間の休息を取る我々を現実に引き戻したのはオデッサの朝日ではなく、オデッサ地区司令本部からの通信だった。マクベ司令からの指令を伝えます。機関の隊は我が勢力圏内を移動中の木馬の探索とデータ収集をせよとのことです。木馬の予想進路はすでに分析済みです。なお司令は戦力をいたずらに消耗することを望んではおりません。木馬の攻撃により我が鉱山基地に少なからず被害が出ていますが、オデッサ地区に連邦軍が集結しつつあるこの時期に貴重な戦力は失いたくないというのが司令のお考えです。それを忘れないように。以上です。今回の我々の任務は、我が軍の勢力圏内を移動中の木馬の探索と木馬及び搭載モビルスーツに関するデータ収集である。今回は最悪の場合、交戦も許可されてはいるが、探索と情報収集が第一目標である。機動一個中隊をもってしても落とせなかった連中だ。我々の戦力だけでどうにかなるものではないからな。さあ、皆さんお待ちかねのミッションがやってまいりました。
ついに木馬と対峙しますね。機動戦士ガンダムと言っているのにガンダムがこれまで出てこない稀有なゲームだったからな。戦闘というよりは情報収集が目的のミッションね。ジオン内部でもホワイトベースとガンダムの存在は F の対象になっているな。極力というか絶対に戦闘を避けつつ木馬を見つけ出して照準を合わせる。まあ、簡単じゃろ。ガンキャノン3機撃墜のフェンリル隊にかかれば。心の余裕が心の隙間にならなきゃいいけれど。前期行動開始。了解。さて行くのじゃ。このミッションからグフが配備されているんじゃ。フロアはグフを登場させておる。ニックとシャルロッテも出撃させておるんじゃ。このミッション赤チームと青チームのルートは決まっているんじゃが緑チームは決まっておらんようじゃ。止まっているわね。知らなかったから設定してなかった。じじい、何やってんだ。まあ所詮は偵察どうにでもなるじゃろ。緑チームはしばらく待機じゃ。わしは新型モビルスーツグフを操りたいのでルローアで行かせてもらうぜ。夜すぎて見えないけど。敵だと。ガンキャノン、ガンタンクを出撃させろ。ガンダムはまだ出せないのか。まだ処理が完全ではないでしょう。修理を急がせろ。市長さん、敵に気づかれています。我々の任務はあくまで偵察と情報収集だ。敵との交戦は極力避けろ。しかし視界が悪すぎじゃなこれ。何にも見えないわね。恐怖感が煽られるな。木馬に敵がいることは感づかれているみたいだな。ガンダムの出撃が遅れているのが救いね。ところどころダミーが置かれているのが腹が立つ。意外とこすいことしてくるんじゃ。周囲に敵の後はアルバダミーだらけじゃ。さすがのじいさんも慎重に進んでいってるわね。ここはちょっとつ盲信というわけにはいかないみたいだな。敵の位置が把握できていない状況で動き回るのは地熱行為ですね。ガンキャノンを発見した。確認しました。データ収集を開始してください。ルロアがガンキャノンを発見したって、ジジイの視点じゃないか。なんか撃たれたぜ。やばいやばいやばい。ちょっと周囲の状況をつかめておらんのじゃ。長距離砲があちこちから来ているのか。RX77 ガンキャノンが目の前に。とにかく情報収集じゃ。データ収集を開始。データを収集しました。星ガンキャノンのデータ収集完了じゃ。速地級の攻撃の射程が反則級に長いんじゃ。何やってんの。今ガンダムの応急修理が終わったところよ。進路クリア。アムロガンダム発進。カタパルト接続。アムロ行きます。行きますじゃねえ。出てくるなぁ。ついに連邦の白い悪魔が出撃ね。白いやつガンダムを発見した。確認しました。データ収集を開始してください。ルロアが早くもガンダムを発見したわね。発見したくなかったな。近くに何が起きたんだ。ガンダムにやられたみたいよ。なんかピンクの光が輝いたと思ったら、倒れていた。グフが一撃であっさりと。こりゃシャアもガンダムのビームライフルにアテントする理由もわかる。ここまでのミッションで戦車とかの攻撃力が基準値になるように刷り込まれていたら、あのビームライフルはチート級の威力と感じるのじゃ。というかなんガンタンク、ガンキャノン、ガンダム、みんな長距離攻撃強すぎじゃろ。ガンタンクなんて、あんなもんハヤトの棺桶のくせに。さてさて、ここから立て直すことができるの？高台があるので乗ってみるのじゃ。何かソナーで拾っておる。ガンタンクを発見しました。確認しました。データ収集を開始してください。あれがガンタンクか？なんか違うところから光が、あのガンタンクは何なの？上から正確に射撃されたんじゃ。さらに味方までやられているんじゃ。あったようなに3機全滅だと？何がどうなっているんじゃ？隼人小林不正に3機の額を落とされたというのか？じゃあ少佐納金とか言ってごめんなさい。残るは日記のみになったわね。日記はこれがウイジンじゃない？とんだウイジンになったな。こうなったら日記特攻じゃな。しかし、こうも視界が悪いのに白い悪魔まで野に放たれているというのは控えめに言っても、絶望。しかしミッションは諦めない。ここから奇跡を起こすんじゃ。
向に敵反応じゃ。何もないんじゃ。ご反応か？脅かしやがって。少佐、味方は全滅です。こんなところに白い悪魔が。一瞬だったな。なすすべなくやられたな。それでは、ここから散々やられたのでやられ集をお楽しみください。というわけで、このミッションだけで5回も失敗を繰り返しているのじゃ。やはりガンダムが所属するホワイトベース隊は恐ろしいものなのね。民間人がパイロットとか嘘情報だぜ。失敗から学ぶ失敗だく。わしの人生失敗だらけじゃ。言うなれば学びっぱなしというわけじゃ。いや、それ学んでないから、マリサ皆まで言っちゃダメよ。いやいや、今回は完璧な作戦じゃ。赤チームにリロワ、青チームに日記を配備。マップの右側、東側からホワイトベースに近づく。この際に連邦のモビルスーツ探知を引きつけるおとりとなるように動く。2部隊をおとりにするのね。ガンダムを含めてモビルスーツ隊が強力すぎて2体でおとりをやらないと時間が勝てれないんじゃ。なるほど。そして緑のシャンロッテ隊は反対側の西側ルートからホワイトベースに接近する。フロアと日記がモビルスーツを引きつけている間にホワイトベースの情報を収集する作戦じゃ。なるほど、G さんにしては考えた戦法ね。ジジイにしては上出来な作戦だな。すでに赤チームと青チームは右側から進んでいるな。シャンロッテ隊も西方向に進軍中じゃ。こちら側はダメージが多いので比較的安全ルートになっておる。ガンキャノンを発見しました。ガンキャノンを発見しちゃったのか。データ収集を開始してください。シャルロッテは敵と出会いたくないわよね。弾が。ガンタンクを発見した。確認しました。データ収集を開始してください。よくわからんがセーフだった。ガンキャノンに捕捉されているみたいだ。何やってんの？今ガンダムの応急処理が終わったところよ。進路クリア。アムロ、ガンダム発進よろしい？カタパルト接続。アムロ、行きます。くそ、エンジンをやられた。フロアが早くも落ちたわよ。早すぎるよ。とりあえずスモークを使って影を切るんじゃ。白いガンダムを発見しました。最悪なものを発見したんじゃ。というか西ルートから進軍すると一番最初にガンダムと遭遇するんじゃない？一番最初もそうだったみたいだし。ということは東ルートをおとりにして西ルートのシャルロッテがホワイトベースに近づくって計画は、最初から破綻していたか。でもシャルロッテが随分東に流れてきてしまっているわね。あれ？これって、シャルロッテがうまいことガンダムを引きつけている？この作戦の第2フェーズが炸裂したのじゃ。常に戦況の2手3手を読みつつ、あらゆる状況でもリカバリができる戦術を考える。でかしたぞ日記。何を想定内みたいな言い方しているのよ。どう考えても偶然だろこれ。シャルロッテの位置把握できてなくてガンダムに追われて東に流れただけだろ。日記にかける。頑張れ錦織。その日記じゃねえって、少年隊とか古すぎるのぜ。データ収集を開始。データを収集しました。よし、作戦終了だ。奴らをやるのは俺たちの仕事じゃないからな。やり遂げたー。大偶然とはいえ、やったわね。このミッション正直ジジイには無理なミッションだと思っていたぜ。諦めなければやり遂げられるって教材動画になりそうだぜ。我々は木馬を発見し、必要最低限のデータを入手した。得られたデータは今後の作戦に役立てられることだろう。ランク D。過去最低ね。まあギリギリだったからな。というわけで今回はここまでじゃ。
アンケートの結果やコメント紹介はもうちょい待ってくれると助かるわい。かなり長丁場の動画になってきたが最後まで頑張るんじゃ。というわけで今回はここまでです。皆さんと昔遊んだゲームの感想や感動を共有していくことを楽しみにしておるので、よかったら他の動画を見てくれると嬉しいのじゃ。そして新しい動画をアップした時はまた見に来てくれると嬉しいぞい。共感してくれたら高評価をしてくれると G さんの励みになるんだぜ。そして新しい動画を見逃さないためにも、また見に来たいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで見てくれて、ありがとない。前方の白い悪魔。あや本当に悪魔だわ。ピンクの閃光が光ったと思ったらやられている。しかも一撃。物量で勝る連邦があんなモビルスーツ開発しちゃってたって、ジオンが知った時は絶望しかなかったんじゃないの？まあそれでもあと10年は戦えると言ってた人もいたしな。